皆さんこんにちは。夏の高校野球も終わってしまい、翌日からは野球を見ながら仕事ができないのかと寂しくなっているカモーラレです。今回の動画のテーマですけれども、サムネイルありますように SNS で話題の免疫生物研究所、証券コード4570ですけれども、この銘柄が非常に乱高下激しい展開を繰り広げています。先週は A バランスというとんでもない銘柄をご紹介しましたけれども、この免疫生物研究所という銘柄は果たしてして株なのか、それとも投資して大丈夫なのかどうかというのを見ていきたいと思います。特に小型の銘柄、株価が一度動き出すと目にも追えないような速さで上下動する。そんな中で手っ取り早く業績を理解する買い方、A バランスの動画のまとめでも申し上げましたが、よく理解できない、納得できないような業績の銘柄は手をつけない方がいいということで、具体的にスピーディーな判断をするにはどのように手順を踏めばいいかご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。まずは簡単に免疫生物研究所の株価の動き、1週間ご覧いただきますと、こちら、収録時点は8月22日火曜日までの終値となっていますけれども、もともと株価900円前後つけていた銘柄ですけれども、22日に大幅に下落し、最終的にはストップ安を記録することとなりました。冒頭申し上げたように SNS で話題となっている。従前より注目は集めていたんですけれども、22日の1日前、21日の月曜日、引け後にですね、エーザイがアルツハイマー向けの新薬、この製造販売を初めて国内で承認されたというニュースが出ていました。これにより一部のインフルエンサーは、エーザイ新薬の恩恵を受けて免疫生物研究所も再び上昇していくんではないかと話題にされたんですね。再び上がっていく年初来でグラフをご覧いただきますと、ご覧のように元々の株価は300円前後、そこから2月に一度上昇し、直近7月入ったところで大きな上昇が見られます。22日がストップ安になったからといって、従前より投資している方はかなりまだ含み益が残されている状態かと思いますけれども、すでに大幅な上昇を見せているこの銘柄に今から入っていくのは合理的なのかどうか検証していきたいと思います。まず最初に検証する前の大前提として、業績がおかしくないかというのをチェックします。先週の A バランスのように業績の変化率あるいは他社比較をしただけで腑に落ちない点がたくさん見受けられる。そんな中で決算を遅延させる。そういったある種問題企業でないかというのを先にチェックしたいわけです。ということで簡単に売上高、営業損益、純損益の直近5年間、そして今進んでいる今期の予想というのをご覧いただきたいと思います。まず下の表をご覧いただきますと赤い部分が多い。バイオベンチャーらしく赤字が非常に続いていますけれども、一番下の行ですね、24年3月期、今進んでいる今期の予想についてご覧いただきますと、長らく続いていた赤字から黒字化ができるという予想がされています。このことが株価上昇の一因になっているかとは思います。また上のグラフ、棒グラフが売上高、赤い線グラフが営業利益ですけれども、こちらに関しては前期23年3月期の時点ですでに黒字化が達成されています。一方で純損益に関しては紫の線グラフ、前期はまだ赤字ですけれども、今期は営業利益とともに黒字化が見込まれているという状況。少なくとも業績や損益の推移を見てみても A バランスの決算書のように突拍子もない数字が出ているわけではなさそうです。この審議に至るまで疑い出して思い悩んでいてはあっという間に株価は動いてしまいますので、最低限確認をしたというところで、実際売上高の柱になっているのは何の事業なのかを決算書から見てみます。23年3月期前期の売上高及び営業損益、どこから主に発生しているかご覧いただきますと、抗体関連事業の診断試薬サービスというところですね。これが先ほど申し上げたエーザイのアルツハイマー新薬と関係するポイントとなります。またこのご覧いただいているセグメント別の経営成績、この表の前後のところには実際にアルツハイマー関連事業として診断試薬サービスに大きな売上計上があるという文言が記載されていました。ということで、エーザイのアルツハイマー新薬に関して、この銘柄、免疫生物研究所をピックアップすること自体は、ストーリーとしてはおかしくないということです。ではなぜエーザイのアルツハイマー新薬が承認されると免疫生物研究所にメリットが生じるのか。
まずは今回エーザイが承認を受けたアルツハイマー用の新薬レカネマブ、あまりカタカナが得意ではないので実は先ほどから読まないようにしているんですけれども、このレカネマブ、アルツハイマー初期の段階で投薬を開始することで従来よりも症状の進行を遅らせるという効果があります。ただそのアルツハイマー初期であるかどうかというのを検査する必要があるわけですね。疑いがある患者さんのうち全員にレカネマブを投与するわけではない。実際に検査を行ってですね、診断が確定した患者さんに投与を行う。この検査のリソースを免疫生物研究所が販売しているということで、今後このレカネマブ、これを投与すべきかどうか診断するためにアルツハイマー初期段階かどうか検査する需要が増えるというシナリオ、これが実現するのであれば免疫生物研究所の業績に影響を及ぼすというシナリオなわけです。それでは最低限の業績チェックと話題になっているシナリオの整合性というのを確認しましたので、早速ですね、手っ取り早く株価の適正水準を判断していきたいと思います。どうやって行うのか、やり方は至極簡単で、今回話題になっている事象からどれくらいの利益が上がるのか、それを1株当たりに直すといくらぐらいになるのかというのを考えていくわけです。まずはエーザイのレカネマブ、アルツハイマー新薬の売上予想というのをピックアップします。この段階で難しいと感じるかもしれませんけれども、今回のように話題性の強い事業であれば、検索すれば企業自身あるいは証券会社がご覧のような予想を出しているのはすぐに探し出すことができます。そこからですね、何をしていくのかと言いますと、1株当たりへの影響というのを考えていく。今回の場合ですと、アルツハイマー新薬の売上予想の数字から、まずこのレカネマブの薬価ですね、いくらかかるのかというのをざっくり調べてきます。これを割ることでレカネマブを投与する患者さんの人数というのが計算できます。そしてここから仮定の話ですけれども、例えばアルツハイマー新薬の投与が検討されて検査される5人に1人の割合が実際に処方が決定されるというふうに想定します。この5人に1人もしくは10人に1人というのは、それこそお医者さん、現場の人でないとわからないかもしれませんが、一旦は仮定を置いておきます。そうするとレカネマブによって増える検査の人数というのがわかります。そしてこの検査1回あたりの値段を掛け合わせることで上乗せが期待される売上高というのが出てくる。そして PSR9 倍というふうに出ていますけれども、売上高の増減に対して株価にどれくらい影響があるか。PSR というのは時価総額と売上高の比率を表したものですけれども、これを用いて発行済み株式数で割ることで1株当たりの株価への影響というのを考えていくという、こういった手っ取り早い計算をすることで乱高下している株価が適正水準なのかどうかを判断していきます。計算過程をご覧いただいたところで、まず調べてこなければいけないのはレカネマブ、アルツハイマー新薬の薬価と検査費用についてです。先ほどのイラストでは簡易的にご説明しましたが、アルツハイマーかどうか初期検査を行う。ここで疑いが出た時に次に行っていく検査というのが CT の検査ですね。脳の断面図を見てアルツハイマーの進行度合いをチェックする。最初の検査よりもヘビーな内容の検査ですね。それを踏まえて薬の処方が決定されるかとは思うんですけれども、この検査の段階でかかる費用を調べてみますと、簡単な認知機能テスト、おそらく免疫生物研究所の検査キットというのも CT や MRI のヘビーな検査よりも前に行われるものかと思いますので、だいたい1000円前後ということですね。一方で CT、MRI といった検査になると4000円から9000円、さらに詳しく調べようとすると3万円近くかかると書いています。さて、これらの検査を踏まえて実際にアルツハイマーの新薬、これを投与するのかどうか判断されるわけですけれども、今回の薬の場合は1回の投与ではなく、処方が決まれば継続的に飲み続けて病状の進行を遅らせるというものですので、年間でどれくらい費用がかかるかというふうな計算になります。この薬を1年間投与し続けると大体いくらぐらい必要か、年あたりの薬価というのを調べてくることになります。そうするとですね、今回のレカネマブ、1年あたり500万円ぐらいというのが相場になっている、結構お高めの薬になっているというのが把握できるかと思います。さて、ここまで調べれば、ざっくりとですね、株価に対する影響というのを先ほどの手順で計算することができます。まずはレカネマブの売上予想から1年間あたり500万円ぐらいかかるという薬価、これを用いて割り算することで処方されるであろう患者さんの人数を計算します。そして先ほど申し上げた通り、1人処方が決定するにあたりだいたい5人ぐらい検査していると
仮定を置きますと、検査人数は5倍になります。そして今度は初期段階の検査費用1000円前後と申し上げましたけれども、この中で免疫生物研究所の売上に計上される割合というのがわからないわけです。この検査試薬〇〇免疫生物研究所が出しているのであれば 100% 計上すればいいんですけれども、実際は他社にリソースを提供してそこから販売されているということで、〇〇は計上できない。ということでご覧いただいている計算上では500円ぐらいまずは計上してみたいと思います。そうするとですね、この検査人数に500円をかけて億円単位で示したのがこちら。だいたい免疫生物研究所には年間1億2億あたりの売上計上につながるというあくまでも試算がされます。これをもとに PSR、時価総額と売上高の比率、これを発行済み株式数で割ると各年度の売上が1株あたりに与える影響というのが計算される。そして遠い将来であればあるほど計算される価値が金利分目減りします。不確実性も高いですし、とりあえず今米国債 4% なので、それぐらいで割り込んでみると、将来のキャッシュフローに対する現在価値はこちら。これをすべて合計すると、だいたい659円と試算されました。ただしここに至るまでいくつか仮定を置いていることにはご留意いただければと思います。どういうふうに考えるか、ここまで計算さえできれば、その仮定というのを人によって、あるいはニュースが出るタイミングによっていじればいいだけです。処方に対する検査の人数が5人に1人ではなく10人に1人もっと検査しているんではないかと思われる方は、この659に ×2 をすればいいわけですし、もう一つの仮定、検査薬における免疫生物研究所の持ち分ですね。これが検査1000円のうちの半分500円ではなくもっと少ない200円ではないかと考える方は、この659に 40% かければいいということになります。その場合は200円台後半300円弱ということになりますね。そのあたりの過程は人それぞれ、あるいはお医者様のように情報優位であればもう少し正確に計算できますけれども、私の場合659円という基本シナリオをざっくりと計算した後に、今度はタイミングによってこの見方を変えるというのはどういうことか。今回の例ですとレカネマブというアルツハイマー新薬とは別にアメリカのイーライ・リリー社が開発中のドナネマブという開発中の薬があります。こちらも米国内では年内の承認に向けて進んでいますが、順調に進むと当然検査薬の需要というのは増えるわけです。もしイーライ・リリー社の新薬が承認されるといったようないいニュースが出れば検査の人数も増える。単純に倍だと考えると1300円近くになるわけです。そんな風に基本のシナリオさえ持っていれば仮定の部分を変えたりニュースに応じてざっくりと株価への影響、目処が立つ、適正な水準にいるのかどうかが判断しやすくなるわけですね。さてここまで手っ取り早く適正水準を考える方法というのをご紹介しましたけれども、ここまで来たらあとは需給を見るだけです。例えば免疫生物研究所の貸し株の状況をご覧いただきますと、ご覧のように7月以降急上昇している。冒頭で株価の推移ご覧いただきましたが、こんな風に2月あるいは7月で急上昇したタイミングで貸し株が増える。つまり空売りで下落を待っている人が増えているという状況です。業績の確認でご覧いただいたように、今期から黒字化が予想されているわけですけれども、そのニュースが出たのが5月。ということは、だいたい300円中盤あたりの株価。ここから659円。今回のエーザイの影響を株価に加味すると、せいぜい1000円弱ということになります。そうすると株価900円超えてきたところから買っていこうとはあまり思わないわけですね。少なくとも乱高下している間は少し様子見を見ようと思うわけです。一方で、この銘柄は発行済み株式数が約930万株ということで、先週時点の貸し株残高200万弱、さらに22日火曜日の出来高は590万株。かなり需給としてはパンパンに逼迫している状態かと思われます。空売りのポジションが買い戻し始める水準。最初の急上昇7月から8月にかけての600円、700円台というのが一つ目安になるかと思います。ということでここまでお話しした内容、長期投資という観点から投資のシナリオを考えてきましたけれども、免疫生物研究所という銘柄自体をして株というふうに考え、短期的に鞘取りをしたいという方はあまり深く考えず流していただければと思います。ということで今回の動画のまとめ、免疫生物研究所についてお話ししましたけれども、やはり投資するにあたっては文言ばかり言っているインフルエンサーに踊らされず、少しでもデータ、シナリオから概算して理解納得した上での長期投資というのを
目指したいところです。やれ国策銘柄やれ新薬の検査需要など文字、文章だけを持ち出すのは誰にでもできます。実際それが本当に会社の利益に落とし込めるのか、数字を用いて考えなければいけないわけです。はっきり言って新薬の検査需要というのも医療現場で本当にこの検査が用いられなければ会社の利益につながらないわけですね。そしてもう一つ、小型株というのは特に需給、空売りであったり信用買いのポジションでも乱高下しやすい。長期投資すると判断をした場合でも入るタイミングは慎重に。やはりインフルエンサーの影響でいつも以上に場が荒らされている銘柄。上昇の初動より前に銘柄を取り上げるならまだしも、大概のインフルエンサーは何連投と動き出してからピックアップする。そもそも企業の収益というのはインフルエンサーに左右されるわけではないので、こういった場を荒らされている状況というのは、投機的な動きが一旦落ち着くまで投資候補としてマークしながら慎重にポジションを構築していきたいところです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもお役に立てましたら高評価をしていただけると幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。